皆さんこんにちは。今週1週間は相場が大きく下落して週末にかけて少し落ち着きましたけれども、一体どこまで株は下がるんだとメンタル的にきつい1週間だったかと思います。今回の動画のテーマは、特に週前半に株式相場が大きく暴落した。そして週末には極めつけとなる雇用統計。ここでいい結果が出ると、さらに金利が上昇して、再び株価の下落に拍車がかかるんじゃないか。そんな風に見られていましたけれども、果たして本当に極めつけとなったのか、まとめていきたいと思います。また今週1週間相場暴落している中で、途中動画を出さなかったカモーラで何しているんだと、お叱りを受けるかもしれませんけれども、1週間せっせと皆さんにご紹介できる新たな分析をしていましたので、今回ご紹介したいと思います。いつもは個別銘柄に対する分析というのをメインで取り扱っていますけれども、今回新しくご紹介するのは投資家のフローで相場の先行きを読むと、先週から1週間以上続いた継続的な相場の下落、どこで下げ止まるか、中にはリーマンショックのような大きな暴落相場が来ると感覚で吹聴しているようなインフルエンサもいましたので、そのあたりマクロ的なデータを使って継続的にウォッチできるような分析というのをご紹介したいと思います。よろしければ今回もぜひ最後までお付き合いください。まずは今週1週間の相場の下落ですけれども、このあたり皆さんもすでにご存知の通り、その一因として挙げられている10年債利回り、アメリカの長期債の利回りが上昇を続けている。一番右側9月のところですが、中旬にあった FOMC から10月に入るところまでずっと急上昇しているのがお分かりいただけると思います。最近お出しした動画で、この利回りが落ち着いてくるポイント、ボリンジャーバンドでいう2シグマのところで、これを超えるような急速な上がり方は見せていない。一旦はどこかで2シグマのラインに跳ね返されて、グレーの移動平均線に向かって小休止をしていくという相場付きが今年1年間の中でも幾度と見られているということで、2シグマのラインから乖離していく下の方向に向かっていくところというのを見極めたいと以前申し上げました。ただなかなかそのポイントが現れない中で、木曜日に少し金利が下がり、株式相場反発しましたけれども、金曜日は10月第1週の週末ということで、雇用統計の発表がありました。当然、金利がここまで上昇しているというのは、アメリカの高金利の状態が長く続くんではないかという心配、景気が過熱していて、もう一度利上げが行われるんではないかという懸念から、アメリカの10年債をはじめとする長期債の利回りが上昇しているということなので、今回雇用統計で強い結果、とてもいい結果が出てしまうと、経済の過熱が続いていると判断されて、さらなる利上げが連想される。そして、金利の上昇とともに株式相場が再び大きく崩れるんではないかと、事前に想定されていました。そして後ほどご覧いただきますが、実際に雇用統計はとてもいい結果で、経済の過熱感が続いていると、直後の反応としては利回り急上昇したんですけれども、そこからですね、なぜか急低下に向かっていく。統計発表前の元の水準まで押し下がっていく状況となりました。これを受けてですね、アメリカの株式相場は全く逆の動き。当初は事前の想定通り下がって始まったんですけれども、急速に値を回復し、値幅で 2% 以上の上昇となっています。具体的に雇用統計がどれくらい良かったのかご覧いただきますと、こちらアメリカの経済指標を時系列に並べているものですが、日本時間の10月6日21時30分に発表された赤の枠で囲っているところが雇用統計関連の発表となります。上から2行目、非農業部門雇用者数変化というのがいつもトピックで最も強調して取り上げられる部分ですけれども、事前予想17万人の増加というものが今回発表された結果が33万6千人の増加ということで、ほぼ事前予想の倍に近い雇用者数の増加が見られた。つまり非常に経済が過熱しているという状況です。さらにそれだけにとどまらず、1ヶ月前発表された8月分の雇用統計、さらには2ヶ月前の7月分の雇用統計までプラスに修正された。2ヶ月分合計で実に12万人の修正増が行われています。さらには失業率のところ、事前予想は 3.7% でしたが 3.8% と、この水準に関しては大きな乖離なく無難な結果となっています。その他にも平均時給であったり、労働参加率といった指標はおおむね予想通りとなっていますが、
やはり雇用者数の伸びというのが事前予想をはるかに大きく上回る経済の強さを示すものとなった。これはすなわち10月末から11月の頭に次回開催される FOMC における利上げというのを連想させるものとなりましたが、なぜか債券の利回りは元に戻り、株式は大きく値を上げた。原因はいくつか考えられると思いますが、それはこの後ご紹介するとして、次マーケットが注目してくるアメリカの経済指標となるのは、来週11日木曜日の PPI 生産者物価指数と、その翌日に発表される CPI 消費者物価指数、同時に FOMC の議事録も発表されます。ということで、来週1週間も神経質な相場が続きそうということですけれども、どう神経質になればいいんだということで、まずは今回雇用統計の結果を受けて事前予想と違った動きを見せている理由。一つ目は債券のイールドカーブの水準ですね。こちらのグラフは横軸がアメリカの債券、米国債の各年限、そして縦軸は債券利回りの水準となっています。最も濃い赤のラインが10月5日における各米国債年限の利回り水準をプロットしたもの。そこからだんだん色が薄くなるにつれて1週間前、1ヶ月前、3ヶ月前とイールドカーブを表現しています。そうすると過去から現在にかけての債券利回りの推移というのが一目でわかるんですけれども、どの年限も利回り上昇していますが、特に顕著なのが10年債以上の長期債。これがどんどんと上がっている。ただこれ上がりすぎてですね、2年債の利回りの水準を超えそうになっている状況なんですね。すでに20年、30年といったところはご覧いただいているグラフで超えていますけれども、10年債ももうすぐ超えそう。さらに7年債、5年債といった中期債まで短期債である2年の利回りを超えてくるとなると、イールドカーブとしてはこの長期債ほど利回りが低いという逆イールドの形状というのが解消されていく方向に進んでいるわけです。一般的によく言われるのは逆イールドが景気後退の前兆となり、長期債ほど利回りが高くなる準イールドの状態に戻った時に株式相場が大幅に下落すると言われるということで、良くないことというイメージが強いかもしれません。普通は短期債のところの利回りが下がってその現象が起きるわけですけれども、今回逆に長期債のところがさらに上がって準イールドに戻るという形なので、非常に歪な状態。また利回りがどんどん上がっていくということは、政府債務の膨らみというのもどんどんと拡大していく。財政面から資金の流動性というのを引き上げざるを得なくなるということで、あまりよろしくない状態かと思いますが、この金利水準の歪な状態というのが経済に反映されるまでは当然タイムラグがあるわけです。この異常な金利水準の経済に与える引き締め効果というのが来月以降出てきて、マーケットでは9月の雇用統計が堅調な数字で発表される最後の回ではないかと見られています。つまり11月頭に発表される10月分の雇用統計からは急速に鈍化すると予想がされているわけですね。とはいえ、今回の結果が利上げに与える影響がないのかというと、そういうわけではないです。実際マーケットでも年内に一度11月あるいは12月に利上げが行われると予想する向きが非常に強まっていますが、今ご覧いただいたイールドカーブのポイントとなる2年債、5年債、10年債、20年債、30年債、この5つを数字でご覧いただきますと、こちら。結局は前回9月中旬に行われた FOMC 会合の近くである1ヶ月前、ここと対比した時に足元の金利水準というのは5年債で30ベーシス、10年債以上では50ベーシスの利回り上昇がすでに見られているわけです。この状況、例えば前 FRB 議長のイエレン氏が言うには、勝手にマーケットが織り込んですでに利上げが行われたに近いような経済引き締め効果があると述べています。さらにこれに加えて株式相場も大幅に下落していますので、9月中旬以降のこの相場の動きだけでかなり経済が冷え込んでいると、利上げ下に近いような効果が波及していると見る向きが非常に強まっています。ということで、この直近の金利水準の生き方、あるいは株式相場の下落というのが過度に
調整されているんではないかと。さらに今回の雇用統計が堅調な数字、最後になるんではないかと。そういった要素が複合的に加味されて、雇用統計の結果を受けた事前の予想通りの動きをしなかったのではないかと考えられます。とはいえ今お話しした内容は雇用統計前からも情報としてはあったことですので、なぜ想定外の動きをしているかというのは来週にかけても注目していく必要があるかと思いますが、ここからはですね、今回の動画の2つ目のテーマ、相場の先行きを見るマクロ分析ということで、当チャンネル新たな売りにしていきたい分析となっています。やはり皆さん今起きているような相場の下落、9月中旬から約3週間の間でほとんど調整局面もなく一方的に下がり続け、大きく下がっているわけではないセリングクライマックスと言われるようなパニック的な売りは見られませんけれども、直近の高値からは約 10% 下落しているということで、このグラフ何を示しているかと言いますと、青のラインがトピックス、そしてピンクの棒グラフが投資家フローと書いているものです。パッとご覧いただきますと、非常に相関があるんではないかと感じていただけるかと思います。この投資家のフローというのを見ることで、トレンドの変化を見極めて、今回のような相場の下落に備えようという分析ですね。ではこのグラフどのように作られているかご説明しますと、日々株式を売買されている皆さんも同じように証券会社をかませて東証に対してオーダーを発注する。当然機関投資家も同じ形式をとります。そして機関投資家と言いますと、今回集計している4種類の大まかな区分が考えられます。まず一つ目は国内日系の長期投資を運用している機関投資家ですね。そして二つ目はヨーロッパ。今回は時差の順番にご紹介していますけれども、欧州系列の機関投資家。そしてもちろん最も大きなアメリカの長期投資。これを行う機関投資家。そして最後に短期筋と言われるヘッジファンドを中心とした投資家ですね。この4種類の投資家が日々オーダーを出してくるわけですけれども、それを日時でどれくらいの金額、規模感で出してきているか、比率に直して、さらにそれぞれの投資家から出てくる売り注文と買い注文の比率、これを複合的に計算することによって、どこのタイプの投資家が今、日本の株式市場に最も影響を与えているかというのをトレンドを把握するわけですね。例えば、日本の機関投資家が毎日買いを大きな金額で入れてきてトピックスの指数が上がっているんであれば、左上の日本の投資家から資金流入が入っていることで株式相場が上がっているんだなというふうな判断ができるわけですね。これをそれぞれの資金流出入と金額の規模感を比率で積み上げていったものがこのピンクの投資家フローとなります。ご覧いただいているのは今年度約半年分ですけれども、年度始めの3月末を基準としてトピックスを100、投資家フローの積み上げを0からスタートした時に日本のマーケットに対してどれくらい流入しているかというのを左軸ですね。トピックスの指数騰落は右軸となっています。そうすると相関が高そうには見えるんですけれども、若干ずれてるように見えませんか？例えばこのあたりのグラフ、6月にかけて非常に上昇していますけれども、ピンクの資金流入の方が先行して入っているように見えます。さらにはこのあたりですね、8月下旬からの上昇のところ、そして最も顕著なのは今回大幅に下落しているところ、このあたり特にトピックス青のラインに先行してピンクの積み上げグラフ、投資家フローが先に動いているように見えます。ということでそれぞれのデータの日時の騰落を計算して相関を見てみます。ただし相関を見るときに同じ営業日同士で相関を見る。つまり先ほどのグラフ通り相関を見る場合と、投資家フローが前倒しで動いているんではないかという仮定のもと、1営業日前、3営業日前、5営業日前と、それぞれ何日かずらして相関を比べる。この4パターンで株式相場と投資家フローの変化というのを比べてみると、まず積み上げている全体のフローを見ると、同じ日同士、グラフ通り相関を見ると 0.86 と、これでも結構高いんですけれども、1営業日、3営業日と前倒しでずらして相関を計算していくと、どんどんと相関係数が上がって、3営業日前が最も相関の高い 0.91 となりました。逆に5営業日前までずらしてしまうと若干下がるということで、投資家フローは3営業日ぐらい前から相場の
短期的な先行きを予測して取引を行っているんではないかというのがわかります。そして今度はどこの投資家のタイプが一番影響力を与えているかというのを下4つの行で示しているわけですね。そうすると日本の投資家というのは唯一相関が逆を向いているわけです。日本の投資家で一番影響力を与えてくる機関の一つに GPF がありますけれども、こういったところは相場が高くなるとリバランスと称して株を売ってくるということで逆の動きをしやすい。一番相関が高いのは3行目のヨーロッパその他のところですけれども、相関 0.96 とかなり相場に近い動きをしている。上がっていくにつれてどんどんと積み増していって、下がっていくにつれて売り崩していくと。つまり順張りタイプと言えると思います。これを1日、3日、5日とずらしていってもそこまで変化はない。むしろ少しずつ下がっていくという状況です。一方で一番下海外の短期筋というところをご覧いただきますと、相場全体での相関というのは数字の水準ご覧いただいてもアメリカやヨーロッパの長期投資よりも低い数字となっていますが、1日3日5日とずらした時の相関がどんどんと上がっている。これはつまり短期筋というだけあって、数日後の株価の動きを予測して先にフローを動かしている証拠ということですね。そしてその一つの目安となるのが3営業日前ぐらいから動き出しているということです。ということで先ほどは証券会社に集まるすべての投資家、これを積み上げてグラフご覧いただきましたけれども、海外の短期筋だけでグラフを作ってみますと、こんな感じのピンクの棒グラフになります。そうすると短期的な動きとしてはこのあたりですね。一気に買い増している上昇の局面が始まったところです。そして他に特に目立つのが直近のところですね。まず8月の下旬に上がりきったところで一度大幅に投資量を減らしている。さらに高値になったところで再び減らしていって、今度逆にですね、跳ね返る直前、今週の木曜日の前ですね。つまり水曜日、火曜日あたりから一転して資金流入に変わっているということで、非常に短期的な相場を見るにあたっては長けている影響力のあるデータの一つかと思います。ではこれを使ってどういうふうに判断していけばいいのか。先ほどのままだと少しわかりにくいので、今度は短期筋の直近3営業日の資金流出入の平均を1週間分相関、ローリングして取ったものが黄色の棒グラフになっています。簡単にどういうことか申し上げますと、1週間の相関が0以上のところにある場合というのは、相場の動きと資金流出入の1週間の動きが同じになっている。つまり、上昇局面で短期筋も続けて入ってきている。あるいは下落局面で短期筋も続けて売ってきているという同じ方向性の時に相関が0以上となります。端的に言えば短期筋も順張りをしているという場面が上側に黄色の棒グラフが出ている場面ですね。一方で逆に相関がマイナスになるとき、下側に黄色の棒グラフが出ている時というのは、相場が上がっている時には売却をしていて、相場が下がっている場合には買い入れを行っているという場合になります。短期筋が逆張りをしている場合に下側にグラフが出てくるということですね。下落相場の底、あるいは上昇相場の天井が近いんではないかと考えている場合です。そうするとですね、例えば下落局面で上昇に転じる3営業日前、急に相関が大きくマイナスに触れたところで数日後にトピックスが底打ちをする。あるいはこちらの局面ですね。ここでも大きく短期筋の相関がマイナスになったところで相場が上昇に転じる。そして最も直近、今週の木曜日にかけて相場が少し反発したところですけれども、ここでも相場が反発する直前に大きく相関がマイナスに触れています。一方で逆に上昇相場での天井、頭打ちというのはこの局面。ここでは短期筋にとって上昇が十分ということで、一旦売却に転じたことで相関がマイナス方向に大きく出て、実際その数日後に相場が下がり始める。さらには9月の FOMC 直前ですね。ここでも大きく相関がマイナスの方向に出て、ここが最もワークしているところかと思います。トピックスが天井をつけて、大きな下落相場が3週間続く最初の起点となりました。ということで、こちらのグラフ非常にワークしているように見受けられ、まだ作り始めて1週間経っていませんので、今後もブラッシュアップしていきたいと思いますが、継続的にこちらのチャンネルご覧いただければ、定期的に相場の状況というのをご紹介したいと思います。どんな風に見ていくか、例えばですけれども、ここから反発が続くのかというところですね。例えば短期筋の相関グラフが上に出てくるようになれば、
再び上昇に転じる。反発が続く中で相関が高いということなので、短期筋も上昇を狙って資金流入を続け、相場が反発するというロジックですね。逆に相関がマイナスの方が続くんであれば、今の反発というのは一時的なもの。反発が続く中で資金流出を続けるということなので、再び相場が下落すると短期筋が読んでいるということになります。今はですね、少し反発しているにもかかわらず、黄色のグラフは下のままということで、再び下落に転じる可能性というのを示唆しているわけですけれども、こちらの資金流出入と相場の動きの分析というのを、このチャンネル特有の新たな売りとして、今後も継続的にウォッチしていきたいと思います。皆さんにも機関投資家の先行きの読み方というのを共有していきたいと思いますので、興味深いな、参考になるなと少しでも思っていただけた方は、高評価、チャンネル登録していただいて、今後の動画もご覧いただけますと幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。